紙で作る、リース土台、こちらの作り方を、ご紹介していきます。こちらが制作の例になります。それでは作っていきます。この画用紙は幅が3センチ、横の長さの方が29センチ、A4 サイズの画用紙そのままの長さになります。この画用紙を少し斜めにして、で、端の方に定規を当てます。定規の角度は画用紙の角の部分が正三角形に近い角度ではなく、このように三角形が急な角度になるような形に置いてください。定規の方を片手で押さえて、もう片手で画用紙の角を持ち、これを上に引き上げていきます。少し引き上げたら、引き上げた手をまた角度の急な方に移動させて、そしてまた引っ張ります。で、引っ張ったらまた手を動かして、先のこの急な部分をつまむようなイメージで、画用紙を引っ張っていってください。これにより、このような感じで画用紙がカールします。次に画用紙の角の部分を切ります。切る部分は定規をこう動かしていって、最後にこう抜いた角の部分ですね。ここを切ります。切る角度はこれの反対の時、一番最初に定規を当てた時の角度があると思います。その角度、おおよそのその角度で、こちらの角の方をハサミで切ってください。このような感じで切りました。次にこの角の部分だけでいいので、また定規を使って癖をつけます。癖をつけたら、ハサミで切った部分から丸めていってください。丸めたら、最後の部分にボンドを塗って貼り付けてください。このような感じで細長い棒を作ります。太さの方はおおよそ5ミリ程度になります。この細長い棒を合計で6本作ってください。次に棒の末端同士を、差し込みまして、次に棒の末端同士をこのように差し込めるか確認してください。もしも難しい場合はハサミで切れ込みを入れて、切れ込みを入れた状態で差し込んでください。次に末端の片方にボンドを、塗ります。ボンドを塗ったらもう片方を差し込んで、そして貼り付けます。こんな感じで、かなり細長い棒を作ってください。これを残り4本も同じように貼り付けて、で合計で3本の棒を作ってください。6本の棒を3本の棒につなげたら、片方の末端にクリップなど留めるものを使ってこのようにまとめてください。次にこの棒を大雑把でいいので三つ編みのように編んでいってください。でこの時にですね、少し折れる場所があっても大丈夫です。大雑把に下の方に編んでいってください。反対側の末端まで編みましたら、もう一つのクリップで留めます。見た目はこんな感じに粗く、三つ編みにしました。次にですね、お皿など丸いものを用意していただいて、この丸いものに合わせるように先ほど三つ編みにしたものを曲げつつ輪っか状にしていきます。輪っか状にする際に画用紙がですね、3本縦になるんではなく横になるようにこう曲げながらやってみてください。もしも曲げにくい場合はクリップを片方外してこの状態で、曲げてみてください。画用紙をきつく編んでいたりクリップで強く固定されている状態で曲げるとなると画用紙が動きにくくなるのでちょっと丸が作りにくくなりますので、その時は若干緩くして、加工してみてください。輪っかの方が作れそうであれば片方を末端の先端の方が不揃いであればハサミで切って整えてください。次にこの輪っか状にしているままで片方の末端画用紙同士が、接している部分にボンドを塗って固定します。ボンドが乾くまでクリップの方は外さずにこのままでいてください。反対側も同じように
接している部分があるので、ここにボンドを塗って、で、固定してしまいます。あとは貼り付くのを待ちます。ボンドがしっかり貼り付いたらクリップを外してください。外したら末端同士を重ねて、そして綺麗な輪っかになっているかを確認してください。輪っかの方を確認できましたら、一つずつ、一本ずつを貼り合わせてもいいですが、この状態で束になっているので、末端片方にボンドを塗って、そしてもう片方の末端を重ねて貼り付けます。貼り付けている際に、下の輪っかが、歪んでないかを確認してください。問題なさそうであれば、もう一度クリップで、ボンドを塗ったところを固定してください。あとはしっかり貼り付くのを待ちます。ボンドがしっかり貼り付いたらクリップを外して、このまま問題なければこれで完成になりますが、上の部分が気になる場合は、ハサミなどで整えてください。この接着面が気になるのですが、リースで何か、貼り付けるときは、ここからこの貼り付けているところを隠すように、接着をしていただければと思います。これでリースの、土台の完成になります。実際にこちらのリース土台を使って作った飾りがこちらになります。画用紙で立体的に作るものに、貼り付けるにはいいのかなと思います。そして、もしもこの幅が細いと感じられた場合は、これよりも少し小さいものを作って内側に貼り付けるといいのかなと思いますので、お好みでやってみてください。また、リース土台を作るのに慣れてきましたら、結構緩く編んではいますが、少しばかりきつめに編むことによって、製作したものを貼り付ける際に、この編んでいる隙間に差し込んで、固定しやすくもできますので、慣れてきましたら、このようにちょっときつめに編んでみてはいかがでしょうか。それでは今回は、リース土台、紙で作るリース土台の作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。